未来への最高の贈り物、60歳からの自分への投資。皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。お元気でお過ごしでしょうか。私たちは皆人生という長い道のりを歩んできました。振り返れば喜びや悲しみ、成功や挫折、そして予期せぬ出来事の連続でしたね。若い頃は仕事や子育てに追われ、あっという間に時間が過ぎていったと感じている方も多いかもしれません。そして気づけば髪には白いものが増え、顔には深いシワが刻まれ、体のあちこちにちょっと待ってねと信号が出ているのを感じるようになりました。私たちは今人生の円熟期、まさに黄金期を迎えています。責任ある立場から解放され、少し肩の荷が下りた方もいるでしょう。子供たちは巣立ち、孫たちの顔を見るのが何よりの楽しみだという方もいるかもしれません。この年齢だからこそ見える景色、感じられる喜び、そして大切にしたいものがたくさんありますね。ふと一人静かに茶をすすりながら、あるいは窓の外の移りゆく景色を眺めながら、こんな風に思うことはありませんか。ああ、もしあの頃に戻れるとしたら、あの事故をしていれば、誰もが一度は頭をよぎる考えだと思います。特に60歳という年齢は多くの方にとって大きな節目だったのではないでしょうか。定年を迎えたり、仕事のペースを大きく変えたり、あるいは体力的な変化を自覚し始めたり、まさに人生の午後の始まりとも言える時期です。もしタイムマシンに乗ってあの頃の自分、まだこれからがたくさんあった60歳の自分に会えるとしたら、あなたは何を伝えたいですか。たくさんの後悔や願いが頭に浮かぶかもしれません。もっと旅行すればよかった、あの趣味に打ち込めばよかった、貯金しておけばよかった、いろいろな思いがあるでしょう。私自身も時々あの頃を振り返り、様々なことを考えます。そしてもし本当に60歳に戻れる奇跡が起こるならば、私が他のどんなことよりも一番最初に、そして最も真剣に取り組みたいと思うこと、あの頃の自分に声を大にして伝えたい、たった一つの大切なことがあると気づいたのです。それはお金儲けの方法でもなく、もっと立派な肩書きを得ることでもありません。それはもっと根本的で、その後の人生の質を大きく左右するかけがえのないものへの投資でした。私が60歳の自分に伝えたい一番大切なこと、それは体の健康、心の健康、そして人とのつながり、この三位一体の健康にもっともっと真剣に、そして計画的に投資しなさいということです。なんだそんなことかと思われた方もいるかもしれませんね。健康が大切なんて当たり前だろうと、もちろん皆さんご存知のはずです。ですが60歳という年齢の時、私たちはその当たり前をどれほど深く理解し、どれほど真剣に行動に移せていたでしょうか。60歳はまだ多くの場合、体力的にも精神的にも比較的元気な時期です。無理をすればまだまだ若い頃と同じように動けてしまうこともあります。だからこそ自分はまだ大丈夫と過信してしまいがちです。健康への投資と言われても、それはもう少し後でいいかなとか、今はまだ他にやることがたくさんあるしと、つい後回しにしてしまうことが多いのではないでしょうか。しかし70歳、80歳と年を重ねていくにつれて、あの時もっと早く始めていればよかった、あの時もう少し気をつけていればと痛感することが増えてくるのです。私がなぜこの三位一体の健康への投資こそが60歳で真っ先に取り組むべきことだと考えるのか、もう少し詳しくお話しさせてください。私自身や身近な友人たちの実体験を交えながらお話しすることで、皆さんの心にも何か響くものがあれば嬉しく思います。第一の柱、体の健康への投資、未来を動かすエネルギー源。もし60歳に戻れたら、私は真っ先に体を動かす習慣を身につけるでしょう。それも毎日続けられる自分に合った方法で。60歳の時、私はまだ現役で働いていましたから、通勤で歩いたり職場で体を動かしたりする機会はありました。だからこれくらいで十分だろうと思っていたのです。しかし定年退職して家にいる時間が増えると、途端に運動量が減りました。最初は気づきませんでしたが、
70歳近くなった頃から階段の上り下りが億劫になったり、少し歩くだけで息が切れたり、以前は平気だった重さのものが持てなくなったり、体の衰えをはっきりと感じるようになったのです。実体験から、私の友人である山田さん、当時62歳は定年退職後、急に家に閉じこもりがちになりました。昔から運動が苦手だったこともあり、体を動かす習慣が全くありませんでした。数年後、彼はひどい腰痛に悩まされ、外出もままならなくなってしまいました。あの時、ラジオ体操でもいいから毎日続けていればと彼は今でも悔やんでいます。一方で、同じく友人の田中さん、当時61歳は退職を機に近所のウォーキングサークルに入りました。毎朝欠かさず仲間と歩くことで体力が維持できただけでなく、新しい友人もできました。彼は今75歳ですが、旅行に出かけたり、孫と公園で遊んだり、とても活動的な日々を送っています。歩くことだけは、あの頃始めて本当に良かったよといつも笑顔で話してくれます。体の健康への投資は何も特別なスポーツをする必要はありません。毎日の散歩、ラジオ体操、ストレッチ、あるいは公民館などで開催されている軽い運動教室に参加するのも良いでしょう。重要なのは、毎日少しでも体を動かす習慣を60歳から始めることです。筋肉は使わないとすぐに衰えてしまいます。貯金と同じで、早い時期から少しずつ積み立てることで将来大きな差となるのです。また、食事も体の健康の重要な柱です。60歳を過ぎると、若い頃と同じだけ食べていては体重が増えやすくなります。そして知らず知らずのうちに偏った食事になってしまうこともあります。実体験から、私の隣に住む佐藤さん夫婦は2人とも甘いものが大好きでした。60歳を過ぎてもその習慣は変わらず、食後に必ず和菓子やケーキを食べていました。数年後、ご主人は糖尿病と診断されてしまいました。あの時、もう少し甘いものを控えめにしていれば、今こんなに食事制限をしなくて済んだのにと、奥様もご主人も後悔していました。逆に、遠い親戚にあたる中村さん、当時60歳は、健康診断で少しコレステロールが高いと指摘されたのを機に、食生活を見直しました。野菜や魚を積極的に摂り、腹8分目を心がけるようにしたのです。最初は大変だったそうですが、家族の協力もあり、今ではそれが当たり前になりました。彼は現在78歳ですが、体調は良好で、病院通いもほとんどありません。あの時、医者の一言を真剣に受け止めて、食事を変えてよかったと話していました。体の健康への投資とは、単に病気を治療することだけではありません。病気にならないように、あるいは病気の進行を遅らせるための予防と維持が非常に大切なのです。そして、その予防と維持は、まさに60歳から本格的に始めるのがベストタイミングだと、私は自身の経験から強く感じています。毎日以降にするものに意識を向ける、少しでも体を動かす。地味に思えるかもしれませんが、これこそが未来の自分への最高の贈り物となるのです。第2の柱、心の健康への投資。日々を彩る豊かな感受性。体の健康が大切であることは言うまでもありませんが、心の健康もまたそれに劣らず重要です。60歳という年齢は、仕事からの引退や子育て終了など生活環境が大きく変化しやすい時期です。それに伴って社会とのつながりが薄れたり、自分の存在意義に悩んだり、将来への不安を感じたりすることも少なくありません。もし60歳に戻れたら、私は自分の心に正直になり、日々の小さな楽しみや生きがいを見つける努力をもっとしていたでしょう。現役時代は仕事が忙しすぎて自分の心と向き合う時間がありませんでした。退職後、急に時間ができたことで、かえって何をすればよいのかわからなくなり、漠然とした不安を感じることがありました。過去の失敗をくよくよ考えたり、まだ起こってもいない将来の心配をしたり、心が晴れない日が増えました。実体験から、私の友人である橋本さん、当時63歳は、退職後、特に趣味もなく、毎日家でテレビばかり見て過ごしていました。次第に気力がなくなり、無表情になることが増えました。心配した奥様が、
昔彼が好きだった将棋の本を引っ張り出して勧めましたが、彼は今更とてをつけませんでした。心の健康を損ない始めると、体の健康もみるみるうちに衰えていくのを間近で見ました。対照的に近所に住む小林さん、当時60歳は若い頃から旅行が好きでしたが、仕事や家庭の事情でなかなか行けませんでした。60歳になり時間ができた時、今こそと一念発起し、一人で近場の温泉旅行から始めました。旅先で美しい景色に触れ、美味しいものを食べ、普段話さない人と会話することで心がどんどん明るくなっていきました。今では国内のさまざまな場所を旅しており、その経験を話してくれる時の彼女の笑顔は本当に輝いています。新しい景色を見るたびに心が洗われるのよと彼女は言います。心の健康への投資とはネガティブな感情を無視することではありません。それは自分の感情に気づき、受け止め、そしてそれを乗り越えるための心の筋力を鍛えるようなものです。そしてその筋力は日々の生活の中で楽しいや面白いと感じられることを見つけ、それに没頭する時間を持つことで養われます。それは若い頃諦めた趣味を再開することかもしれませんし、全く新しいことに挑戦することかもしれません。絵を描く、楽器を演奏する、俳句を読む、ガーデニングをする、料理を習う、何でも良いのです。心がワクワクすること、時間を忘れて没頭できることを見つけることが心の健康を保つ上で非常に大切です。60歳はまだ好奇心や探求心を持って新しい世界に飛び込むことができる十分なエネルギーがある年齢です。あの時もっと積極的にさまざまなことに挑戦していれば、今頃もっと豊かな心の引き出しを持てていただろうと私は感じています。心の健康への投資は日々の生活に彩りを与え、生きる喜びを再発見させてくれるのです。第3の柱、人とのつながりへの投資、人生を豊かにする温かい絆、そして三位一体の健康の最後の、しかし最も重要な柱の一つが人とのつながりです。私たちは社会的な生き物であり、誰かと関わり支え合いながら生きていくことで心の安定や幸福感を得られます。もし60歳に戻れたら、私は人とのつながりをもっと意識的かつ大切に育む努力をするでしょう。現役時代は職場に行けば毎日たくさんの人と会いました。しかし退職するとその機会が激減します。子供たちも独立し、配偶者との二人きりの時間が増えますが、それだけでは十分ではないと感じる人もいます。親しい友人も遠方に住んでいたり、それぞれの事情があったりして、以前ほど頻繁には会えなくなることもあります。実体験から、私の父は定年退職後、趣味がなかったのでほとんど家にいました。友人との付き合いも少なく、母も他界していたため、私たちが訪ねていかない限り、一日中誰とも話さない日が多くありました。次第に口数が減り、元気もなくなっていきました。彼は体の健康も悪化し、残念ながら早くにこの世を去りました。今振り返ると、父は孤立していたのではないかと感じます。人とのつながりが希薄になることが心と体にどれほど深刻な影響を与えるのかを父の後ろ姿から学びました。一方、私の叔母は定年後、近所のボランティアグループに参加し始めました。地域の清掃活動や高齢者施設での読み聞かせなど、さまざまな活動に積極的に関わりました。そこで多くの新しい友人に出会い、助け合いながら活動することで大きな生きがいを感じていました。彼女は85歳を超えていますが、いつも明るく会話も弾みます。彼女の周りにはいつも人の輪があり、心強い味方がたくさんいます。人に必要とされていると感じることが何よりの長生きの秘訣だよと笑顔で教えてくれました。人とのつながりへの投資は積極的に外出していろいろな場所に出かけることから始まります。それは地域の行事に参加することかもしれませんし、公民館のサークル活動に顔を出してみることかもしれません。あるいは昔からの友人に連絡を取って食事やお茶に誘ってみることかもしれません。新しいつながりを作るのは少し勇気がいるかもしれませんが、踏み出す一歩がその後の人生をどれほど豊かにするか計り知れません。そして既存のつながり、特に家族との関係も大切に育て直す良い機会です。
大人になった子供たちや孫たちと改めて向き合って話をする時間を持つ。彼らの話を聞き、自分の経験を優しく伝える。世代を超えた交流は私たちに新しい視点を与え、心に張りをもたらしてくれます。60歳はまだ多くの人とのつながりを持ちやすい年齢です。体が動くうちに、心も元気なうちに外に出てさまざまな人と出会い、関わりを持つこと、これは将来の孤立を防ぎ、心の安定と生きがいを保つための何より確実な投資なのです。あの時もっと気軽に近所の人に話しかけたり、新しいグループに参加する勇気を持てばよかったと私は感じています。経済的な安心もまた健康を支える土台。体の健康、心の健康、人とのつながり、この3つが人生の質を大きく左右する健康の柱ですが、もちろん経済的な安心もまたこれらを支える大切な土台であることは言うまでもありません。お金の心配ばかりしていては心穏やかに過ごすことはできません。もし60歳に戻れたら、私は将来のための経済的な備えや賢いお金の使い方についてももっと真剣に考える時間を取るでしょう。実体験から、私の知人のご夫婦は60歳になった時点で自分たちの年金や貯金でこれから何年くらいどのような生活ができるのかを具体的に計算してみました。そして無駄な出費を減らし、将来かかるかもしれない医療費や介護費用についても少しだけ備えをしました。大金持ちになったわけではありませんが、これで大丈夫そうだという安心感を持つことができました。この安心が彼らの心の健康を保ち、日々の生活を楽しむ余裕を生み出しているように見えます。お金の心配が減ったおかげで夫婦喧嘩も減ったよとご主人は笑っていました。経済的な投資とは必ずしも株や不動産に手を出すことだけではありません。それは自分たちの収入と支出を正確に把握し、無駄をなくし、将来必要になるかもしれないお金について少しだけ計画を立てておくことです。専門家に相談してみるのも良いでしょう。お金に関する不安が減ることはそれだけで心の健康に大きく貢献します。60歳はまだある程度計画を立て直し、実行に移すことができる時期です。あの時見て見ぬふりをせずにきちんと向き合っておけばよかったと私は感じています。結局のところ、一番大切なこととは、もし私が60歳に戻れるなら、本当に真っ先に、そして最も力を入れて行うのは、体の健康、心の健康、そして人とのつながりという三位一体の健康への投資です。それは特別なことではなく、日々の生活の中の小さな選択と習慣の積み重ねです。毎日少しでも体を動かす、美味しいものをバランスよく食べる、心が喜ぶこと、楽しいことを見つける、家族や友人と話をする時間を持つ、地域の活動に参加してみる、そして将来のお金について少し考えてみる。これらの小さな一歩一歩が70代、80代、そしてそれ以降の人生をより豊かに、より健やかに、そしてより自分らしく生きるための何より強固な基盤となるからです。60歳という節目はこの基盤を築き始めるのに最高のタイミングなのです。私たちは皆人生という旅の終盤を歩いています。これまでの旅でたくさんの経験を積み、多くの荷物を背負ってきました。60歳からの旅は少し荷物を下ろし、身軽になって周りの景色をもっとゆっくりと味わいながら歩くことができる時期です。そしてその旅を快適に楽しく続けるためには、健康という名の丈夫な靴と温かい仲間、そして晴れやかな心が必要不可欠です。もしあなたが今60歳を過ぎているとしても、どうかもう遅いと思わないでください。気づいたその時が始めるのに最適な時です。たとえ小さな一歩でも今日から始めることがきっと未来のあなた自身の力となるはずです。私たちは皆これから訪れる日々を笑顔で穏やかに、そして心満ち足りて過ごす権利を持っています。そのためにまずは自分自身というかけがえのない存在に愛情を込めて投資をしてあげましょう。人生100年時代、私たちの旅はまだまだ続いていきます。これからの日々が皆さんにとってさらに輝きに満ちた素晴らしいものであるよう心から願っています。さあ、今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか。
未来のあなたがあの時始めてよかったと心から思える最高の今を生きましょう。